くらはぎをストレッチポールの上に乗せて股関節を内外にねじりましょう。ふくらはぎがゴリゴリする感覚があれば OK です。お尻は床につけたままで背中を壁につけていただいても問題ありません。この後股関節周りのストレッチに入っていきますが、全身が柔らかくなりやすいようにまずはふくらはぎのストレッチで血流を良くしています。次は体全体を上下に動かしてふくらはぎをゴリゴリさせます。お尻を床につけたままで大丈夫です。ストレッチポールがアキレス腱からふくらはぎの一番太いところまで当たるように意識しましょう。横から見るとこんな感じです。ガニ股の方は外側が張るので、つま先を少し外に向けた状態でゴリゴリしてみると効果的です。次は膝裏をやっていきます。膝裏にポールを置きましょう。お尻は床につけたままで大丈夫です。そのまま股関節を内外にねじりましょう。太ももを動かすというよりも股関節の付け根から内外に動かすイメージです。これで膝裏のリンパの流れが良くなります。背中は壁に寄りかかってても大丈夫ですし、手を床についても大丈夫です。ご自身が楽な位置で股関節を動かしましょう。次は体全体を上下に動かして膝の裏あたりを柔らかくします。裏ももからふくらはぎにかけてゴリゴリと動かしましょう。なるべく楽な位置で行った方がいいので、手を床についてもいいですし、肘を床についてもいいです。もしもお尻を浮かせるのが楽な方は、お尻を浮かせても大丈夫です。楽なポジションを自分でいろいろやって探しましょう。次はポールを裏ももとお尻の境目に置きましょう。その状態で股関節を内外にねじります。僕の場合はお尻を床につけて背中は壁に寄りかかったまま行っています。ポールを当てる位置ですが、自分が一番硬いなと感じるところに当てましょう。裏ももとお尻の境目のあたりが硬い方が多いです。上半身はリラックスしたままで股関節付け根から動かしましょう。次は右足の裏ももにポールを置いて上下に動きます。このような体勢をとってほしいのですが、左足は僕と同じように曲げたままでもいいですし、左足を立てても大丈夫です。やりやすいポジションを自分で探しましょう。右の裏ももをゴリゴリさせます。手をつく位置も自分で楽な場所を探しましょう。お尻のあたりから膝裏までしっかりゴリゴリしましょう。次は左足も行います。左足のお尻と裏ももの境目にポールを置きましょう。右足は僕と同じように曲げておいてもいいですし、立てていただいても問題ありません。裏ももを柔らかくすることが目的なので、上半身、腕の位置は楽なところを探しましょう。たまに180度開脚したいと相談を受けるのですが、180度開脚は本来人間が動く範囲を超えてしまっています。ダンスをする方のように、どうしてもその柔軟性が必要という方以外は目指さない方がいいと思います。次は内ももを柔らかくしていきます。ポールの上にうつ伏せで寝ましょう。ストレッチする側の足だけ股関節を外に開きましょう。内ももにこうやってポールを当てましょう。その状態で左右にゴリゴリします。
体勢によっては上半身が辛いので、肘をついたりとか、自分が楽な位置を探しましょう。膝のあたりから内もも付け根までゴリゴリと動かしましょう。反対側も同じように行っていきます。うつ伏せのまま反対の足を股関節外に開きましょう。内ももにポールを当てて、膝のあたりから内もも付け根までゴロゴロ動かしましょう。これ正直ポジション取りが難しいです。肘をつく方が楽な人もいるし、手をつく方が楽な人もいます。自分が楽な体勢を探しましょう。運動不足の人は使わなすぎで脂肪が溜まりやすいです。また開脚にも必要な部分なのでしっかり行いましょう。次は外ももからお尻の外側にかけてやっていきます。こんな感じで横向きに寝ましょう。上にある足は体の前に立てると良いと思います。お尻の外側から膝のあたりまでゴリゴリさせましょう。膝のあたりが特に痛いと思います。体重をポールにかけすぎるとかなり痛いので、適度に体重をかけましょう。上半身は手を床についてもいいですし、肘を床についてもいいです。やりやすい体勢を探しましょう。次は反対側を行いましょう。前ももや外ももにすごく筋肉がつきやすい、なかなか足が細くならないという人は特にしっかり行いましょう。外ももを使いすぎている可能性が高いです。ゴリゴリするところを探して、そこを重点的に行いましょう。内ももが太くなる原因は使わなすぎで脂肪が溜まってしまう。外ももが太くなる原因は使いすぎで筋肉太りの可能性が高いです。次は前ももをストレッチポールで緩めていきます。うつ伏せになって前ももをポールに乗せましょう。肘を床についた方がやりやすいと思います。前ももの付け根から膝のあたりまでストレッチポールをゴロゴロ転がしましょう。腰が反ってしまうと腰に負担がかかるので、少し背中を丸めるようなイメージで行うと良いと思います。ズボラストレッチでは YouTube、TikTok、Twitter、Instagram すべてで毎日投稿してます。疑問点やリクエストをコメントいただければ必ず返します。お気軽にコメントください。次はお尻を緩めていきます。ストレッチポールの上に乗っかりましょう。このようにお尻にストレッチポールを当てましょう。腕と足を使って裏ももの付け根のあたりから腰の付近までお尻をゴリゴリしましょう。膝や腕は曲げた状態でも伸ばした状態でもご自身が楽な状態で大丈夫です。寝っ転がってやった方が楽という人は寝っ転がってやっても大丈夫です。コメント欄では実践報告を行っています。毎日忘れないようにつけてもいいですし、お互いに励まし合っていただいても大丈夫です。みんなでズボラストレッチを習慣化させましょう。もし余裕があれば、片足を反対の足にこのように乗せましょう。その状態でゴリゴリすると、お尻のストレッチを行いながら、お尻を緩めることができます。逆足も行いましょう。
チャンネル登録お願いします。12月限定プレゼント3つ準備しました。1つ目、1日10分でできるストレッチメニュー。2つ目、気になる部位ごとのストレッチ動画リスト。3つ目、習慣化のための12月カレンダー。概要欄か固定コメントに貼ってある無料の公式 LINE、友達追加するともらえます。